モーさんとカズヤンイズナウリブストリーミングファイナルファンタジー14オンライン第125回今週のパンでもおサブメインクへ行月 6.4 6.0 8人レードひよこ2匹の FF14 PC マイです。マイです。暑いな、今日も。暑いね、朝。さあ、ひよこさん来るの待ちましょう。前を向いているひよこ。来た。同じ体勢してますね。OK、始めましょう。このモスさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ひよこ2匹の FF14 やっていきます。今日は、今週のパンデモニウムとおサブがメインで合ってる。やってる感じですかね。翻訳聞いてるね。ハロー、こんにちは。今週のパンデモニウムと、おサブのメインですね。というわけで誘ってください。どう最優先で、時点、他のやつにしようかな。まあ、もうドア取ってるんで、まあ、そこに個室アシスやってる感じで、やっていますね。すごいね、その武器。その武器すごいね。二つに分かれてんだ。何それああ、違う。その色に光ってる。その紫色に光ってるのか。紫色と緑に光ってるように見える。はい。ティタニウム。そんなんでもらえた。ああ、確かに下がね、紫色の蝶で、上が緑色の蝶ですから。面白いですね。はい、お願いします。まあ、金曜なんでダラダラやっていきましょう。仕事疲れ、体力もないですし。
申請してねえじゃん。はい。ワイド。まだ結構やってる人いるんかね。まあ、毎週武器は、そっか。狙いでやってますもん。新式で武器はないっすもんね。あ、一応あるのか。知ってる。こんな感じなんですよ。ちょっと待って。忙しいな、はい、4層頑張りましょう。ちなみにギミックはもうほとんどね、見て思い出しましょう。チャットいいですね。よし。あなたのことを教えて。完全なる神に至るために。ザ・ソウルは範囲。神を前にどこまで歩けるかしら。左。めっちゃいい。無から生命を創造しましょう。あ、ちょっと微妙にずれてるんですね。神を前にどこまで歩けるかしら。左。微妙にずれてる。本田そうですね。裏を取ってこの草に万物をスーパーチースープ。そうか。はい。魂の輝きをもっとよく見せて。変わってんの。物言わぬうちに魂を与えましょう。あれ知ってる。
ひし。ここで来ますね。神を前にどこまであがけるかしら。右右左かな。温度そう。神の力の一端を見せてあげる。純然たる力を味わいなさい。扉開き、力の塔の天に至らん。その魂の薄さで驚異的な存在ね。この初見ですかね。万物を有する。よくわかんないです。魂の輝きをもっとよく見せて。いやー、オフサイドだ。ちょっと。いやー、今のは想定外。どこまであがけるかしら。パルテノンってやつ注意っすね。私の理論が今ここで実証される。タンク入れ替わってます。この鎖が万物を有する。物言わぬ器に魂を与えましょう。もう、今のひげ。魂の輝きをもっとよく見せて。私の理論が今ここで実証される。やだ、これがまたね。うわー、くそ。あー、今のちくしょう。いいタイミングをなめて。万物を有する。
パルフェの曲。思った。おつでした。いや、ダメだ。負けた。当てる。来たな。アテナ来たな。ラッキー。オッケー、来ました。いやー、死んだわ。一回乱れるとダメっすね。結構ヒーラーに狙われるんで、自分の体力が回復できてない。なんかあれひどいっす、集中攻撃。人のやつに食らう。いい位置になんか他のプレイヤーの線が来てる。じゃあね、次ですね。あと残ってんの1、2、3か。まあもう全然まだ完璧にできてないとこぐらいがちょうど面白いですよ。ヒヤヒヤしてて。もう覚えきると作業ゲーになっちゃうんで。今ぐらいがちょうど。呼吸とすか。呼吸とす。ちゃんと、あれっすね。からフォーカスタジオ。古き魂食って戦う。私は死んだはず。戦い続けるもんなのに。私の魔法を受けてみなさい。ハゼン。私の言葉が魔力を帯びる。凍てつけ。二重栄翔の興味味わいなさい。
はぜよ。これくらいはしのいでちょうだい。出番は終わり。見てバトルスペルだと真ん中消えないですか？今ギリギリでした。戦うために呼ばれるとはいいぜ、暴れてやる。せいぜい楽しませてくれよ。この程度じゃ終われないよな。飛ばしてやる。時間切れかよ。結構使われる。外資名爆笑だ。爆笑だけに。よし。また呼び起こされたというの。蹂躙してあげる。この反対の方にする。見てつけ。ほら踊ってもらうわよ。次ははぜよ。見てつけ。これくらいはしのいでちょうだい。
前方。オラ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 。グラトニーズアウト。あれか、指使ってる。オッケー。うん、こっち。お、出ましたね。勝てる気がしねえ。いやー、欲しかったなー。うっそ。絶対勝てる気がしないですね、ピストル。開けました。じゃあキャップもらいます。15回。うわー、取られた。くそ。時点どれかな。頭だな。頭欲しいです。パスポートレートは毎回リセットされるんだ。こんな仕様にしたんだろうな。着替えたら、装備が変わった時点でリセットされる。謎すぎる。なんだよ、その大運動会すんの？ちょっと待って、大運動会すんの？
うちのおかんが金婚式の写真を送ってきたんですけど、なんか、役場で、あれですね、なんか祝ってくれるみたいですね。金婚式なんで50年か。結婚記念50周年。まあ、だいぶいい年ですね。3か。なぜかな、心が湧き立つのを感じるよ。光と闇、君を裁くのはどちらかな。これは離れるね。エリディブスとして君を招待しよう。光と闇の均衡を保てるかな。君という存在を調停する。鋭いし魔力よ、即走れ。光と闇、君を裁くのはどちらかな。君という存在を調停する。この技で君を判じよう。危ねえ。次離れない。離れない。限界さえ超えてみせよう。私は調停者、その命は絶対だ。この技で君を判じよう。鋭
取りし魔力よ解く走れ。君という存在を調停する。光と闇、君を裁くのはどちらかな。この手に勝利よ。この私の存在を確認、原体を創造しよう。鋭いし魔力よ解く走れ。いい間に合うかな。よし。限界さえ超えてみせよう。この技で君を判じよう。この手に勝利よ。私は調停者。この命は絶対だ。よし、OK。できた。お、これ来たし、逆。で、逆は4つ揃いましたね。頭もあるんで、あとは指輪か。指輪持っとくかな。いや、でも指輪好きそうっすけどね。時点なんか。来てるいらないっす。オッケー、キャッツスロット。キャップと頭が揃った。HP 買えば一瞬であれですね終わるんです。棒以外に関して。
6.5 になるぐらいはもう推しがある人もほとんどいないと思うんですよね。マップヒーラー以外装備できるじゃない。頑張んないですね。まあ、召喚が飛行士がもうちょいで90になる。だからまあこの辺は欲しくない。この辺は確実に棒狙いで行きたいとこっすけど。暑いな、しかし。パソコン立ち上げるとやっぱ蒸すように熱くなりますね。あれですよ、モニター2台でノートパソコン1台立ち上げてこれ A7 のあれですね、リメイクのあれですね、新しいとこ来てました。オープンワールドだと思うんだけど、一本道なちょっと心配感はありますね。ムービー見る限りだとみんなまっすぐ進んでる。まさかの一本道じゃねえよなってちょっと心配ですね。前作が一本道だったから。少なくとも今回は全体フィールドに入ると思うんですよ。ミッドガルを抜けた先なんで、まあ外になるんですけど。本来ではワールドマップイコール、ですね、オープンワールドのイメージなんでしょう。さてどうなるかと。ただ、あれですね。やばいって思ったのは、あれですよね。やっぱりブルーレイディスク2枚組っすね。どんぐらいのボリュームあんだよ。1枚じゃ収まりきってねえって思うんですか。単純にあれですね、ミッドガルに行ける用の、あれですか、ディスコ用意したのかもしれないですけど。フィールドマップの用の、ですね、1枚と、あとミッド側に戻れる用の1枚の可能性はある。問題はあれですね。一番気にしてるのはあれですね。ゴールドソーサーにいけるかどうかです。ゴールドソーサー、リメイク版のゴールドソーサー相当やばいでしょ。これ取った。合ってた。ミニオンは合ってんの。エレクトニュースはすでに取ってます。母さん。母さんの謎のオーラ出てます。遅くね、しかし。遅えな、5分経ってんじゃねえか。タンク待ちでしょ。輸送ですから、もうだって。
これ武器って、あれですね、アップデート来るまでは7個必要なんでしたっけ？ 7 周最低限通わないと、これね。あれ、ちょっと気になってますね。武器じゃん、あれですよ。剣道。あるよね、武器。いやー、30万すんのかよ、たっけーなー。安くなってくんで、まあ、今すぐあれですね、すぐやりたいコンテンツがないんで、バリアントダンジョンが出る頃には、そういう買わない。一人もいねえじゃん、いけた。来ました。ファイナルパネル。よろしくです。いやー、このオーケストラ欲しいな。いくらするんですか？高いだろうな。ちょっと後で値段見てみる。救いなのはノーマルでも出るってのが救いです。私は出てなかった気がする。我の生涯立ちはだかる城壁なり、この器は雲の特徴を有する。いや、結構食らうな、これ。結構食らうね。孤独に招待しよう。死の線食らいすぎだ。アテナ様のために。極内の魔力を解き放たん。起き上がった危険だ。いや、食らうね。食らうわ、マジで。我が意図を断裂するが困難なり。絡め取り死をもたらそう。どこに行こうと見逃さぬ。
アテナ様の力、その一点を見よ。国内の魔力を解き放た似合ってね。回復は似合ってね。というか。絡め取り死をもたらそう。どこに行こうと見逃さぬ。ダメじゃねえか。逆じゃねえか。最悪だ。いやー、今のはめられたね。貴様の敵これだよ、これこれ。これが来てから移動する。いやー、それ持つかな、体力。死んだわ。いや、完全にトラップだって。あれはしょうがないです。我は生涯立ちはだかる城壁なり。この器は雲の特徴を有する。使いすぎなんだよね。牢獄に招待しよう。アテナ様のために。国内の魔力を解き放たん。我が意図を断裂するが困難なり。絡め取り死をもたらそう。どこに行こうと見逃さぬ。アテナ様の力、その一点を見る。いるよ。完全に賢者殺しですよ。
国内の魔力を解き放たん。絡めと死をもたらそう。どこに行こうと見逃さぬ。監獄すべてが貴様の敵だ。見てから移動するんで全然間に合いますよ。あ、なんか我大監獄パンデモニウムなり。いつだ危ねえ。国内の魔力を解き放たん。貴様の全力を見せよ。なんだ圧殺しても足りぬ。アテナ様、我が母君のため。串刺し。マジで結構大変です。その魂の嘆きを聞かせよ。我が意図を断裂するは困難なり。監獄すべてが貴様の敵だ。国内の魔力を解き放たん。我が意図を断裂するは困難なり。どこに行こあ、うオッケー。見逃さぬ。いやー、紅茶オーケストラに出ねえのかっていう。勝てねえ。今日勝てねえな。全然勝てる気がしねえ。おかしいね。
いらないの。はい、来ました。お疲れさん。ちょっと交換しに行っていい？よろしく。飛んでくれ。ラザーで。いいや。はい、行きましょう。ヒーラーターバン。ヒーラーロングンチャラ。このスカート系多いっすよね。はい、これがありそうですか。逆。どっちも所持品ですね。これか。なんでこんなのがあれか。ウエストのやつか。いや、これはさすがにもういらねえな。しかも、分解できんし、最低。あともう一個が頭。これでいいか。はい。頭。おー、いいっすね。吸収所なんかあんだよ。OK です。僕の時はロスがある。完全に頭が見えてなかった。装備は普通に見えそうだな、ロスがある。いや、見えねえか、さすがに。完全にカブです。これいいっすね。頭も光るんだね。頭光るのいいっすね。100なんかどう見ても見えねえけど。100、ちょっと他のに変えてみますか。100は一切光らないですけど、頭は光るんです。頭2個で交換できるの結構楽っす。まあ今は交換するです。優先的な動が先でいいと思います。なんか1個しか取れなかったもんね。
いいっすよね、この JA のクリスタルっぽいのなんか使って。見た目違いますね。OK。ありがとうございます。じゃあ、どうしましょう。ここからメインプレイですね、さ。じゃあサブになりますかね。なりますかい？ OK。じゃあ、メインは移動します。完全にひよこ姿になくなっちゃいました。しばらくはこの楽しみですか。メインプレイは、あれですよね。宇宙まで行ってますよね。宇宙って。月まで行ってるはずです。で、ボディアークは倒してますよね。どこまで行ってるか覚えてないですけど。ボディアークまで終わってたような気がするんだよな。いや、じゃあもう最初の方だろ、もう。パッと見最初の方っすよ。ボディアーク終わってねえ可能性あるのこれ。確かに、ギミックとか全然覚えてないっす。やってたら多少覚えてるでしょ。楽器は全然大丈夫です。あっちは静止しないとダメ。リードです。うん。トイレ行ってくるか。よし。オッケー、例えば。じゃあ、飛びますよ。あっけー。テレポは交代動態。
たっけっていきなり1500持ってくるんです。飛べねえ。そっか。ちょっと待って、この辺コンパスもやってった方がいいのか。ここはまだ全然、そっか。基本的には上の方なの。これは中か。ちょっとこれ上になってる。上だね。はい、中だ。えまあ、いた。あ、でももう合流してますね。合流してるってことは、もう終わってんのか。ボディアークの後だな。あ、数会えてよかった。こちら派遣など総勢暴走状態になってテンバータジを取り押さえた。残念ながら最初の段階で自爆を人たちとも向け、死者が出なかったわけじゃない。それでもおかげさまで被害はかなり抑えられたんですよ。あとは双方の怪我人の出会いテンパード化の治療を永遠に道に進めていく段階に入っている。来る情報につきましても OK 措置は済みました。あとはゆっくりと、療養していれば消耗したエーテルも体に満ちてくるでしょう。ということで、ひとまず3人であなたに合流しに来たの。アルフィのたちなら私たちが抜けても、ガールマールでの役目を立派に果たしてくれるでしょうし。それでこれはどういう状況なの？彼はまるでアーモーロードにいた古代人の幻影のようだけど。およそ間違いでない。私は月の監視者ハイデンによって月島に創造された管理機構の一端だ。でかいね。ひよこの3倍ぐらい、3、4倍ぐらいでかいです。ゾディアーカ消滅したですってな。終わってますね。同時に彼が維持していた星の断りも滅び、古の生命を壊滅していた終末が、星に再来しようとしている。それについて私は知っていることを聞いてる。どうにかしないといけないですね。おい、大丈夫か。つまり、ゾディアークの封印を行うため大量処理を行った影響が出ているようだ。すぐに復旧を試みるほんの少しだけ時間をくれ。了解はきちんと聞くべき話ですし、焦らずに待つわ。待つは横に保管されている記録を見させてもらったので、壁一面にはめ込まれているそれ用のクリスタルでしょ。ああ、もちろん構わない。これらは私の監視記録。業界の方がかなり古いものになっている。それじゃあ彼が落ち着くまで閲覧させてもらいましょう。あなたは上の方から見てみてもらえるかしら。うん。この辺は強くてニューゲームは予定してないですけど、まあ、やったらやるかもしれないです。まあ、配信で残してるんで、私はやる必要ないかな。配信で残ってない、まあ、ところに関しては強くてニューゲームをやっているっていう流れですかね、今と。大体撮ってる気がします。位置が難しいんだよ。これでいいや。
あれやった。がっつりラーメンが食いて。上の記録から順に辿って、上から下に降りてる。驚いてますね、3人。それはそうだよね。ゾディアークを普通に倒してますからね。ワイらが来る前に倒しちゃった。あんだけ話になってたゾディアーク。新生の頃からリストが長いな。意外とあっさり終わっちゃう。クリスタルに封じられてとても古いゾディアークの監視記録が意識に流れ込んでくる。本日は異常なし。世界が分かれるから長い年月に次の会社は必ずゾディアークを眺めていたようだ。これで下に降りていったんですかね。ゾディアークの話が続いている。今度は幾度か、零細を経た後の、記録のようだ。いわく世界統合が作るために、ゾディアークが、本能的に自身の解放を求め、封印や侵食を破壊しようとしてきたらしい。によって封印の主であるハイデに大きな負担を強いられていたようだ。だいぶ難しい感じはフリーダムで。国家団とかがフリーダムで。ゾディアークの監視記録が長く続いている。世界はさらに統合され、封印に伴う負担がますます増加しているようだ。ハイデンがいつまで持ちこたえられるか月の監視は案じている。同時にレポリットなる存在とともに月の定期点検をしたことを記録されていると。まだある。あ、すぐ下にあります。強く輝く記憶のクリスタル。ゾディアークの監視記録は果てしなく続いている。ある日の記録はエリリブスが月に来たことを記されていた。ほうほう。ゾディアークとつながりを持つ彼は東京より本体のそばに来ていたらしい。なるほど。エリリブスは答えを言われた封印に手出しすることはなかった。彼らにとって月は、残りの統合が遂げられるまで、現世生命の好奇心からゾディアークを守る、ゆりかごなのだ。彼らはもう理解している。ここから解放しない限りにおいて我々は決してゾディアークを消したりはしないこと。ちゃんと超停車して仕事を果たしてたんです。まあ、イリリスがいなくなったことによって、まあ、アモンがちょっとややこしくなった。動画したいくつかの記録を読めて。そう、ゾディアークの封印は保たれていたけど、ハイデンや切迫した条件を追い込まれていた。ダイナレイスを経た今、彼女は次第に人々を直接導けなくなってて、事実とともに合致している。そのいくつかの記録を見て興味深いことを気づいた。こうして私たちは降り立った白き月、これ全体はどうやらハイデンの創造物らしいんだ。月の会社が月とともに創造されたと言っていたけど、比喩でも何もなかったというわけだ。世界分割のことで全盛期の彼女の力を計り知るんだよ。今日喉の調子いいっすね。日によってカミカミになります。みんなこちらに集まってもらえるのです。時間くれて助かった。もう大丈夫だから話を始めよう。良くなったのなら何よりよ。壁の記録も興味深くはあったけれどね。それじゃあ聞かせてもらえるかしら。古の時代に起こり
これから再び起きようとしている終末の最悪について。見られた地域から始まり、徐々に範囲を広め、やがて都知事を混乱に陥れた。原因は突き止められたの？はっきりしたことはただ14人委員会によって次、どこに起きるかまでが予測できるようになっていたのだ。第一位とな地脈と海を巡る水脈、空を流れる風脈、フライングマン。そしてこの月を含めるようにして星の一番外側を通っている天脈だ。天脈。その言葉は初めて聞いたわ。普通に風脈以外知らねえですけど。まあ地脈とかはよく出てる。地上で暮らす木で馴染みのないものを生んだんですけど、我々の時代からそれを認識しているのは一部の研究者のみだった。しかしその天脈こそが終末を知るための鍵だった。地脈や風脈と同じく天脈の細かい網目状に広がっているところによって、こういう、14人委員会終末の現象が天脈の水周から発生していることに気がついたと。彼ら根本的な原因はわからないとしつつも天脈は、循環不全に起こしている場所から星が腐り始めたのと見たようと。だから闇の力を、活性の力を持つゾディアークを創造したのですね。星全体のエーテルの流れを増強し制御する、まさに断りを敷き直すがごとき神業です。正解だ。そして作り出したゾディアークによって予測通り終末を退けられた。ゾディアークがいたから終末を退けられた。まあいなくなったのでってことですね。終末をやって。その後にゾディアークの扱いをめぐって対立が起き、ハイデリンが生み出された。エメトセルクはそう語っていたが、そう言わないか？まあ、強いて補足をすれば対立したと言っても、ハイデリンの願いはゾディアークの消滅ではなかったこと。終末は根本的な原因を立てたわけではない以上、ゾディアークがいなくなればそれは再開しよう。故に彼女は世界と自分を巻き込んでまでゾディアークを分割し封じという手を選んだ。前に正解聞いた話は嘘だった。なるほど。控えて闇が一つどころにあり、増大して闇を封じるため世界を分かった。確かにひどく湾曲的な。しかし彼女がそう話した理由については今の記念らであれば理解を及ぶ。ゾディアークもハイデリンも人が作り出したもの、真実と正しさだけでできた絶対の神ではないの。
その上で両者を比べればハイデリンの方が弱い。ゾディアクは当時の人類の半数を家として作られたもの。どうあがいても規模が違う。かつての戦いにおいては、あらゆる技を尽くしてハイデリンが勝利したが、それを抑え込み続けるとなると戦にも分がある。彼女の力のほとんどは封印の維持力に使われ、地上に対してできることといえば星の内から、危機を訴え応じたもの過去を与える程度。だから何としても光の戦士の協力を得たい一方で彼女のことは、古き世界の事情をできるだけ伝えたくなかったのだと思う。人は過去を過去として前に向かって進むこと、それがハイデリに込められた願いだ。実際ハイデリンのその導きがなかったらアシエンにもっと多くの世界統合を許していたでしょうね。そして今を生きる生命はかつての人を蘇らせるための見栄とされていたはず。分かった。ひとまずお前の言うことを信じよう。絶対の神がいないなら、俺はあいつがミンフィリアが支えようとしたものを信じてみたい。そのつもりでもう一つだけ教えてくれ。この後本当に終末が再開されてしまうとして、俺たちがそれに対処できなかった場合、原初世界が滅びた場合、共造世界はどうなる？原始世界は全ての共同世界とつながりを持つ、いわば確たる世界。そうね。僕は終末で腐れ落ちる全ての共同世界も運命を共にするだろう。第一世界も崩れちゃったんです。移動した。見せたいものがある。上までご同行願えるだろうか。これ系、ボイスがないのと一緒です。大変です。あれだ、光が伴っているのが見えるだろう。何の建物かしら。先ほども話した通り、ハイデリは万能ではなく最強でもない。むしろ、窮地にあると言った方が近いだろう。だから彼女はもしもに備えていたゾディアクを予識して、証明した場合の策をこの月に仕込んでいる。週末に見舞われるアーティストから生命を連れ出す巨大な船、それこそ月のもう一つの役目で。ゾディアクの関心に過ぎない私が語るのはここまでだ。船としての月を操るものはまた別に存在している。最後の仕事して貴殿らを彼らと引き合わせよう。そこに行けっていう流れですね。ちなみにこれ533か。強いじゃねえか。533ってことは、これ装備した方がいいパターンですね。これは装備した方がいいな。上がりますね。上がるから装備しましょうか。勝手な俺は弱っちいんですね。よいしょ。いや、つむのたち。
キネラの建物のあたりまで送るとしよう。見ての通り、嘆きの海の中央部にはゾディアークのいた月の底に通じる大穴がある。それが邪魔をして徒歩であそこに行くのは難しい。だからアルゴスの力を借りようと思う。先ほど駅伝と行動をもっと同じた光を帯びた犬のことだ。私が月の監視者であるように、彼は月の番犬、同じくハイデリに作られた存在。しかし、いないようだ。場のエーテル大きく乱れた影響で、称賛してしまったか。ならばこちらから会いに行くとしよう。手間をかけてすまないが、リードの剣あたりまでご足労願えるだろうか。そういった起源は知っていると思うが、大地を避けているためところどころか、巡回しなくてはならない。迷ったら、アルゴスと辿った道を思い出してみるといい。まず彼の案内に従ってしましょう。ハイデリの仕込んでおいた策だというのは知っておいてそうはないはず。風脈チェックしながら行きます。660。うわぁ忘れてた。うわぁめんどくさいっすね。飛べないんで、そこの洞窟経由で行かないとダメってことですね。どこでしたっけ、洞窟。その近くでしたっけ。そうです。こう来る機会ねえから忘れちゃいます。釣りしてる人は置いといて。釣りしてる人いるんだろうか、いつも。なんかいいの取れるんですかね。船のやつも全然やってないです。あれちょっとね。ここから行くのか。すげえ遠回りさせられてんだから。画面からチェックしていく。北東。どんなってんだ。すごいなるなってんだ。あれのマウントを取ったらどんな感じなんでしょう。ちょっと痛い痛い。なんか湧いたし。来てくれて感謝する。目的地はこの先にある洞窟で、クロロホスグロットだ。アルゴスは魔法生物やハイデリの使い魔だ。一定量のエーテルが溜まった場所におのずと現れるよ。その後に熟死が含まれている。そしてクロロホス、グロットはこの辺りにも特にエーテルが溜まりやすい場所。アルゴスを呼ぶにはうってつけだ。さあ行ってみるとしよう。近い。近いけど、コンパス。もう近いんですよね。この辺に1個ありそうですね。その奥じゃなければ。北方面157。いや、際どいっすね、これ距離感。いや、ないじゃん。
東49。うわぁ、向こう側だ。完全に向こう側っす。特性。ないじゃん。あ、これ動物取ってけっていう流れっすよね。これか。ね、クロロボス。うん。絡む。ダメです。いやー、これあれですね。11の敵だ。こいつ11の敵だ。無毛の特質比較する。エーテルはいい具合に溜まってる。これならアルゴスからあと一押した。この場所のエーテルがこういうのそこに生えてる菌類ミケナクロロフォスが地中から吸い上げてエーテルを周囲に発散してるから。以前もミネケナクロロフォスにエーテルを分け与えてくれ。これそれでアルゴスが現れるだけの条件を整える。あれですか。あ、出たね。ワンコ。いらっしゃい、ワンコ。現れたアルゴスは静かに鼻を寄せてきた。どうやら慕われている。新しい答えに思えるかもしれないが、一つの熟識から生じている全てのアルゴスは同一の存在、つまりは分身だ。彼は紛れの貴殿と剣へとかけたあのアルゴスであると言える。しかし珍しいな。キリは随分と好かれているようだ。アルゴスは気高く本来あまり懐かないたちでね。これからキリのない紹介する者たちなど怯えられているくらいだ。先ほどのゾディアック消滅の危機に際して月の番犬としてキリに協力したと思っていたが、どうやらそれだけではなかったらしい。じゃあレポリットはあれです。怯えられてんだ。彼らの方は。お声を聞きました。人数分が来ました。あ、俺こうだこと。嫌なす。これで私たちの方も準備完了。何よりだ。では全員アルゴスを連れて外へ大穴を渡るとしよう。マントもらえた気がするんですけど、タイミングでもらえたかちょっと覚えてないですね。こっちに行けばいいのかな。ちょっと待って、どこだよ。外に普通に出ろっていう流れです。綺麗な向かうべきは大穴の対岸。先ほど見た建物の真下に広がる空間。
アルゴスのせいに乗ればカトは彼らを連れて行ってくれるだろう。そこには月のクルーたちがいる。月の定期点検の時以外は眠っていたのが常だが、ゾディアクの消滅を受け、動き出してくるだろう。カトは彼らと相談して、未来の道をそして未来と定めるといい。さあ言っておいで、私が同行するのはここまでだ。感謝して見送りをさせてもらおう。それなら出発しましょうか。固まって飛ぶのは危険なし、私はあなたが先にいて、サングレットたちが後ろからついてきてもらいましょう。ではよろしくね、アルバス。大穴からエーテルが立ち上がってる。ゾディアクの残骸。あ、そうか、いや、ストラダ系が一緒に来てる感じですね。建物が近くなってきたけれど。結局下の方、なんか後で飛ぶしかないと。まあどっかで取りに行きましょう。とてつもなく大きな扉に暮らしているのは古代人たちがうなずけるんだけど、スクワットのバーンゾックへやるときにやった方がいいです。こっちも到着しとる。それなら早速中にある。消えました。なるほど。仕事のないときは分身を消し、エーテルを節約するのかもしれません。完全に消えなくてよかったの。こんな月の輝きち置き去りにされたら一大事。絶対にそこで待ってて。消えたら大変です。アルゴスの待ちくたびれないの中で話を聞いていきましょう。マウント、あれですね。フライングマウントはできないからですね。だから風脈アルファとしては限られてる。いけないところが存在するね。ちょっと乗りましょうか。意外と距離あるんです。さあ、到着。いや、広いっすね、相変わらずここ。
いやーもう、飛べないと遅すぎて遅すぎて。なんと今回。静かだな。監視者の言ってた月のクルーとやらはどこだ？なんでこの BGM なんだよ。不穏な BGM なんです。いた。いた。ありがとうございます。戦闘終了の BGM。いっぱいはいた。この時点でやっとあれ誕生するんですよ。すげえいっぱいいる。多いなぁ。多すぎだろ、これは。寝てるし。見た目が一緒すぎて全然わかんないですね。さだけ色が違う。親愛なるレポリットの皆様、ごきげんよう。1243回目の定期点検には少し早いですが、ご存知の通りゾディアークの消滅が確認されました。もって月は檻としての役目を終了し、アーテリスの生命を運ぶ船となります。つまりついに私たちの出番ですわ。これがハイデルのお気に入りです。さあテキパキ準備を進めますわよ。人を受け入れられるよう各自持ち場の点検を、地上の彼らにも忘れずに信号を送ること。質問はありませんわね。では総員行動開始。なるほど。彼らがハイデリンの作りし月のクルー。人が馴染みやすいよう配慮されているのですね。そうかもな。いろいろレポリ。今が月の来るレポリットと名乗っていたの。だいぶ予想外の登場であったら、とりあえずあいつらの監視にしてみるしかなさそう。下降りてさっきの指示を出していたリーダーらしき答えを探してみるとしよう。順番に声をかけていけばどれかは当たるはず。いや、大丈夫です。色は違うんで大丈夫。ウキウキレポリットとはですか。ウキウキレポリット。このリーダーかって、いや違うね。俺はシンギング A。役割は待機維持システムの構築とメンテナンス、アーティストの生命と快適に過ごせる空気を作ってんだ。さあ、仕事しよう。あれ解放したぞ。あれとエーテライトを解放してみましょう。はい。
お、南71。あ、ありました。あとは。いや、ちょっとあれどうやって行くの？上から落ちねえとダメなのか。あ、めんどくせえな、あれ。やったね。まあ、この辺のメインキャラでやった。全員と会話してますから。ダンシングウェイと、ファイティングウェイ。いや、人はしれってる。北に119って書いてあるんで、近いです。近いって上かもしれないですけど。上だろうね。上だな。これ上です。じゃあちょっと。上は行く流れになると思う。まあ、そうと思います。リーダー格だけ毛並みが違い。なぜかはわかりません。そこだけ見分けをつけたんでしょう。ビーピングイ。人ウトレプレイ。こいつはネスタです。いや、リーダーじゃないと。おいら、スリーピングウェイ。仕事は何だっけ？寝るだけじゃねえ。スリーピングウェイ。寝るだけじゃねえ。仕事なんか絶対ねえじゃねえか。1に43。でか。FS4 の街のテーマです。レコーディングウェイ。テキパキレポート。あ、こいつだ。毛並みが違います。あらあらあららまだ地上の人ですよね。いつの間にいらっしゃるんですか？ふんふふーん。いきなりハミングと私たちを分かってますね。これは負けていられません。見え効果音が出る。私はリビングへレポリットの代表を任せております。どうぞよろしく。あの効果音確か4にも出てたような気がします。もうリーダーを見つけたのか？そちらあなたの仲間ですか？いらしていたのはこれで全部。どうして子供ばかりなんでしょう？確かにあれですね。レポリットと会話した時に効果音が出る。あ、もしあれがそれだからそれがあれして。全部わかりました。もう心配なこの私は全て筒がなく詰めて差し上げます。けれど、せっかくの挨拶がこんな場所では何でしょうかね。紹介したいものもおりますので、場所を変えさせてもいただいて。一度入り口の方まで戻っていただく、そのホールの、上部にお越しください。中央に大きな球場の装置がございます。それの前に集合といたしましょう。では先に行って準備をしておきます。足元に気をつけてお越しくださいませ。とりあえず言われた通りに移動するか。
かな？っぽいっすね。力でもいけないですね。中にしんどいっす。あ、ここに1個あるんです。下の7時。東290。これはもう東のエリア。じゃあ、ちょっと会話したいんです。みたいな。マッピングウェイ。リビングウェイ。いやー、こんにちは。ドゥンドゥ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 ンドゥドゥンドゥドゥンドゥンドゥンドゥ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 ドゥン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 ド
ドゥルル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 ル。ボイスありそうですね。それでは改めて自己紹介をさせていただきますわ。私はリビングウェイ、月のクルーとして創造されたレポリットたちを統括し、アーテリスの皆様を快適な宇宙の旅にお連れするのが役目。いわばハイデリン様にこの計画を託されたものですわ。ハイデリン様の右腕と呼んでいただいても結構ですのよ。僕はマッピングウェイ、星の海の航海士だよ。よろしくね。右腕を。ああ、丁寧に挨拶してもらったところすまないんだが、状況がまだよく飲み込めてなくてな。これは完全にハイデリンの趣味です。レポリットを生み出す。無理もありませんわ。でも大丈夫。あなた方が来た理由にはおおむね察しがついています。おそらく地上の人はゾディアークを壊してしまうような危険因子をついに止められなくなった。それで取り急ぎすぐに動けるあなた方のような子供を私たちのところへ使わしたのでしょう。
心配せずとも私が1から10まで説明して差し上げますわ。こちらがアーテリスと月です。ゾディアークが消滅したことにより補強されていた天脈の流れが減衰。アーテリスは近いうちに終末に見舞われ、全ての命が滅んだ死の星となるでしょう。その話は月の監視者からも伺いました。あなた方レポリットから見ても終末の到来は回避できないものなのですか？無理ですわね。アーテリスは今収穫された人参と同じだと思ってくださいませ。それも暑いところに放置されてるやつですわ。どうやっても腐るでしょう。願おうが祈ろうが腐らない説を提唱しようが事実としてダメになる。こうなってはもう一刻も早くアーテリスから逃げ出すよりないですわ。そのための船として月を使うと。地上からかき集められるだけの生命や物資をこの月に運び入れた後、アーテリスを離れ移住できる他の星を目指して旅立ちます。星と星は距離がとても離れているものなのですが、月には長年コツコツと作り続けてきた跳躍航行装置というものが搭載されています。それを使えばさほどお待たせせずに到着できるかと。すごいわね。私たちの知識では想像すらできない領域の技術だわ。ハイデリン様から託された知識と理論を実践したまでですわ。あの方はベーネスという名の人であった頃、世界の構造を解き明かさんとしていたそうです。ベーネス覚えてます。月の監視者を名乗っている彼も、まあここにいるのは再現体ですが研究仲間だったとか。彼らの知識を織り込んで私たちは月と共に作られたのですわ。お前たちが見かけ以上に優秀なのはよくわかった。それで移住できる星とやらに当てはあるのか？いくつかはあるけど、星の状況も変わっていくものだからね。跳躍航行は連続して使えるものじゃないし、当たりの星にたどり着くまで場合によっては長期戦になるかも。もちろんそうなることも想定して、月自体も地上の生命が居住できるように改造してあります。協力者が地上の情報をくださったおかげで何一つ不便のない素敵空間に仕上がったと自負していますわ。協力者？あなた方のことですわよ。私たちが定期点検で目覚めるのに合わせて原生生命についての資料を送ってくださったでしょ。あなた方はまだ小さな子供だからご存知ないのかしら。悪い。さっきから訂正し損ねてたんだが、俺たちはれっきとした成人だ。それからおそらくその協力者とやらでもないな。じゃあなぜここへ？ハイデリン様に直接導かれたと？そうでしたの。嫌ですわ。私ったら早とちりを。でもその小ささで大人のふりをするのはさすがに無理がありましてよ。確かに古代の人と比べると小柄でしょうけれど、現代においてはこれで十分大人のサイズよ。そうみんな監視者と同じくらいではないんですの？小さいじゃん。人が小さくなったなんてそんなことどこにも書いてなかったはず。おや、
そちらの本は？協力者から最初に送られてきた資料の一つですわ。現在の人についてまとめられたもので、余白のページには学んだことを書き込むといいと。ですから人について学んだことは全部こちらにまとめて。はっ、これも私たちに合わせてくれたわけではなく、今の人が扱っている大きさそのまま。癒しです。もしもしビルディングウェイ、そう私ですわ。いや、このアイコンかわいいな。人の居住設備を今すぐに3分の1ほどのサイズに作り変えてくださいませ。このサイズじゃ無理です。どこまで？全部ですわ、全部。大至急、急いで速やかに手早くお願いいたします。3分の1。とりあえずその協力者についてもう少し教えてもらいたいんだが。その情報をお渡しする前にそちらも情報提供を。私たちの持っている人の情報に相違があったら大惨事ですわ。はい。いや、どうですか。いや、じゃあどうそうしましょうか。ちょっと待ってね。いや、これが変わるとちょっと違和感あります。黄色じゃねえか。ああ、これあれか。これにした後に染色してんだ。いや、ないよ、染色が。持ってきてねえよ。好きも嫌いもありやし。さあ、人が暮らしていくのに必要な情報あれやこれやと教えてくださいませ。先ほど申し上げた通り、ゾディアークが消えて週末は再来しかけています。一刻も早く地上の皆様の付き合いをお迎えせねばなりません。そのため皆様は移住を躊躇してしまうような要因やできる限り潰しておかねばならないのです。幸いここベストウェイバローは私たち最大の拠点にして月の環境整備を司る施設。現世生命の生活に必要な品々も揃っておりますので、問題ないかチェックしてくださいませ。まずは最重要項目のやられた食料から西側のブロックキャロットリームに向かいましょう。彼女の情熱はすごいわね。週末は回避できない。星はどうあっても腐り落ちるなんてできれば死にたくない話なんだけど。ここでダナをこんでも仕方がないが、まず彼女の要望に応えてレポリットたちの考えや常としての月について調べられるだけ調べましょう。はい、ありがとう。結局黒にしなきゃするっていう流れなんか。週末は避けられないけど、これどんどん流れてくる。南つってんのはめんどくさいっすね。多分こっちにもあるでしょ。
あ、36。ドゥンドゥ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 ンドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン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 ドゥ
ンドゥン。走ってる。走ってますね。西120、近くにありますね、じゃあ。もう上かな？あっちだ。あっちだわ。じゃあ、こっちからこれじゃんと。これで登ることになるかな。キャロットリウムへようこそ。ここでは食料を中心に、医療や雑貨など人が必要とする物品を試験的に作っています。隣にいるのが食料の生産を監督する。クッキングエイダーよろしく頼む。ここにある食料は全部来る人も来るにも改良を重ねながら一生懸命作り合わせた自信作だった。フェルクさんがくれた資料を破れるほど読み込んで彼らが傾向、摂取すべき栄養素を全て把握した。加えて当てやすさも追求、あらゆる現世生命と健康と満腹を約束するグレートの食料ができた。さあ早速食べてみてくれ。俺たちと同じようにカチコチになって眠らされたのがそろそろ解凍されてるはずだ。私たちの後ろにあるような栽培マシンの上に食料保管コンテナが置いてあるんです。そこからお好きな品を選んできてくださいませ。いやー、こっから使いたいもん。ジャンプじゃねえ、登れねえしな。トゥン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 。これで3つか。7個も。いや、先は長いです。西に1個あります。食材保管コンテナの中に色とりどりの人参が入っている。どの人参を手に取る？普通だったらオレンジ色ですけど。ごく普通の人参のように見える。目から鼻の先まで来たのが生地合いが一つなく美しい。だがとてつもなく人参を持っていきますか？いや、変えてみますか。深みなら赤い。まずそうっすけどね。巨大キャロット手に入れた。クッキングエイに見せ、食べていいか聞いてみる。辛いんですか？赤い人参。あれどこに開いてる？戻ってきたな。それでどれを選んだんだ？巨大キャット。おう、それにしたのか。その忍者の特に自信作なんだ。よしよし、早速で試食見てくれ。そのままガーブリーだ。食わせて。巨大キャロットにかじりついた。身は柔らかく噛むたびに香りが鼻を抜けていく。だんだん体力の道が溢れていた気がするが、多分気分だけだ。気分だけかよ。一応食べれるな。タフネスキャロット。どうかうまかったかうまかったかな。チケットバフがついてます。あれこそがタフネスキャロット。体力上級の効果ありと噂され、肉体派向けの人参だ。一本食べれば気分だけは力持ちさ。他にも何種類か開発したら、血液がサラサラになるらしいブラッドキャロットや、質の高い睡眠が取れるドリームキャロット。ウサギにもカズにも、人はもちろん主要な動物の食事は全部賄えるようになっている。
シャーリアンでは需要がありそう。味覚について突っ込みすぎるよ。シャーリアン。それはどういう意味ですね。どうやらあなたの方も、選択肢は人参だけだったよね。人参しか置いてねえじゃん。あなたは協力者とやるかな。一体どんなことを教わったの？人参以外に食料はあったでしょうね。それはもちろん存じ上げておりますが、ただ彼らから地上のことを教えてもらえるようになった私たちを聞いたけど、最初は声をつなぐので精一杯、しばらくして本や資料をしてもらえるようになりました。何の人にというわけに。いや、これ本当に終末期から人参だけで生活するしかない。だから多様な種類を栽培する一つを徹底的に研究改良して、食事という行為に求められる要件を満たそうと考えた。一理あるとは思うが、日臭性人参だけで暮らすことにうなずくやつはそうそういないだろう。せめて調理しないのか。調理というのは、食料を食べられる状態にするために手を加えることだろう。だったらその手間を省いて直接食べられるようにするのが最善じゃないか。クッキングウェイなのにか。俺たちはもともと月の監視者が使っているウリコとは名前が作られているの。けど協力者の交流を始めてこの時代の言葉を学んだのに合わせて自分たちの名前を一斉に付け替えたんだ。それぞれの役割や性質に類する、言葉を協力者が送ってくれた時点で見て、その中で何となく気に入ったやつを選んだわけだ。なるほど。つまり、調理が得意だからその名前ってわけじゃないんだ。ちなみにどうして名前を付け替えようと。月に地上の人が来ることになった時その方が分かりやすいし、親しみやすいんじゃないかって思ったんだ。そうですか。ひとまず食料についての意見としてはこんなところでいいかしら。まあ地上からの食料、動植物も運んでくるというような状況の改善は見込めるかもしれないわね。それら月で安定して生産できるようになるまで相当に長い人参生活を、要しそうだけどね。染色。紫。紫の静寂いらねえな。パープルカロットジュース。違うな、ジュースってなってんな。食料か。異文化再戦術。では、食料のことはこれからにして、次は生活一流のチェックをお願いいたします。続いて見てくださいますが、ズバリいい服ですわ。これは自信がありまして、どうぞ皆さんここへいらしてください。その青い服だけじゃねえな。そういうオチ。だいぶ下ですね。またコンパスから行きますか、先に。これ登んねえといけないの？登れるか、一応。北西193。来た。この上ですか。あっちか。あっちでした。これどっから登れいいんだか。南東旧約ともここにはないですね。じゃあ行きましょう。
買いますのかなマウント。ケアテイク。これあれですね。このあれか、11ローズ。この下かな見た。あの上はすげえ悪趣味な色してますけど。絶対外れじゃねえかよ。今度もとてもじゃないか衣服を着る場所には見えないよ。はい、ここでストップですが、この辺りに設置された町や衣服や雑貨の製作に必要な素材を生産しています。これらの製作に昔ながらの形式、創造魔法を用いています。作者じゃハイデリン様が作った創造魔法を使える創造生物ということになります。もちろん他にも慣れたところはたくさんありますが。話を戻すと創造魔法で服を作ろうとしたとき、私だけでは周りを語りません。ここで、この結晶化マシンを使ってエーテルクリスタルにし、服や道具を元にして使っている。それはなかなかに興味深い。そうでしょう。今は人は仕事に応じて服に加え、効率化を図るんだと言っても売り込み済みです。というわけで、この辺りの結晶化マシンの作業中のレポリットに声をかけ、指定の衣服に着替えてみてくださいませ。いくつか着てみたらここにお戻りになって感想を教えてもらえると助かります。あれかな衣替えのやつ。これは確か衣替えのやつ。その上かと思ったら、全然場所ちげえじゃん。赤いとこっすね。めんどくせえな。絡むね。怖そうです。もしかして君がアーティストです。さっきマッピング A から通達があったんだけど、本当に小さいんだね。服の試着、もちろん大歓迎で、君にぴったりのサイズのものをこの場所で作っちゃう。さあ、どんな服がご注文なのか遠慮なく言ってくる。おしゃれで洗練された感じ。おしゃれ通じてねえな。大丈夫、なんとかなるんだろう。すぐに用意するから待って。トゥトゥトゥ初期装備じゃねえ。なんであの仮面かぶってんの完成。よしよし、サイズもぴったりだ。どんどんサイズも合ってねえ。おしゃれで洗練はよくわからなくて、きっと最先端の機能をつけてほしいってことで。だからミシンとして汚れをす機能に加えてみたんだ。緊張したけど想像以上の出来になってよかった。いや、話が進んでますね。せっかくだからそれを着たまま別のレポリットのところ行って他の服を着せてたのにね、なのだ。ぜひそうするといいようにして最先端ファッション着た。こうね、これでいくんだ。これはダサいですね。なんかスカートソーになんか見たことあります最先端そう最先端だっせだっせなレベル5とかその辺のレベルの表現
下のスカートはなんで。イッシュガールドか、グレーあたりで見たことあります。じゃあ行きましょう。ドキドキで。アーティストの人、どういったご用件でしょうか。この試着、ついに我々の努力が実り、お役に立てる日が来たんです。どうぞ何なりとお申し付けくださいませ。お任せ。そうきましたか。すぐにご用意をと。あれだ。ででんでんででんででんでんとんとんとん。ちょっと色が変わった。とてもいいですね。実はそちら比較的新しい考案されたイデアでして、今までにない斬新な機能と、バランスが悪すぎて、なんと変わるんですよ。人参の新鮮な葉の部分を匂いがするんです。たまりませんね。難しいご用意いただいたときは焦りましたが、完璧にやり遂げることができて一安心です。リビングウェイにはその格好のままご僕に行かれるといいでしょう。彼女もきっと喜びますよ。もういっか、取らなくて。ダサいのは分かったからいい。あっち。これ、ヤシトラあたり起こりそうですね。ウリエンジェ的にはなんともないかもしれないです。素晴らしい服を作ってもらいました。この生地も試行錯誤の末に出来上がった順当に、体を包んだ瞬間、月最高、レポリット大好きと思ってしまったのではありませんか。いける。今度こそいけます。あ、仲間皆さんも帰ってきました。早く突っ込んであげて。早く突っ込んであげなさい。あ、来た。みんな来てる。口開いてるし。またした。レポリットたちの作った服試着させてもらったわ。いかがでしょう、こちらの野菜は。無言になるなよ。てん。とりあえず元の服に着替えてくるか。落下されました。どうして何が気に入らなかったんですか。月の会社は周りと違う服はあまり良くないと。彼の時代の人は皆同じようなローブを着ていたと教えてくれました。それをその現代の人が、この、着替えによって仕事の効率を上げているという点も、機会を生んできたはずです。まあ、エルフィスの人間も基本的にみんな同じ服着てますもんね。そう落胆するものではないが、まあ、あの辺の文化がちょっと混ざってる可能性があります。この後、週末聞いて本当に月へ逃げることになったし、ひとまず着るものを作ってもらえるだけの助かるもの。ただそうね、あなたたちが考えているほど人は合理的ではないはず。例えば私はこの服に戻ったのはこちらの方が好きだからね。どうしても性能が劣っているとしても、格好や思い入れがそうさせる。同様に、衣服は格好の中で多くの要素を結びついている。風土や文化、過去の出来事なので、それを覚えているってちょうどいい。職業のことでアーティストの皆さんの考えはとても複雑で難しいです。自分の生命の存続が大事だとシンプルに考えてくださればいいの。基本はそうさ。だから、何に変えても譲れないものを見つけちまう。バカで幸福な奴もいるんだよ。俺の譲れないもののために一つ質問しておきたい。相手にはお前たちの、星の外に逃げる道を現実世界以外の世界にも仕込んでるのか。ああ、それは気になるところですね。いないとも言い切れませんが、少なくとも私はそんな存在聞いたことはありません。
私たちはあくまで、現象世界に生み落とされた存在。月に乗せて助け出せもその世界の方々なんです。まあ、でも大世界はダメだ。でも G4 を全ての世界の人を親和性を失うよりは一つだけ救えればずっといいと思います。そうか。ねえ、次は自由に喧嘩をさせてもらっていいかしら。話してもらったことをする時間も欲しいところです。もちろん構いません。じゃあ一旦開催してまた後で集まりましょう。私はもう少しレポリットの皆さんのお話を伺いたく。大歓迎です。私もちょうどあなたの話にしてみたいと思っておりました。ではあちらへ参りましょう。せっかくですも仲間たちも読みます。さあ、どうなることや。じとじとレプリ。あれと話すんで。あれと話すらしいです。うわぁ、見つかったどっかで聞いたことあるんですよ。これはそのです。あれか。あれです。コロちゃん。コロです。これはそのですね、アーティストの方々いらっしゃると知って、その様子を伺いに来てしまいました。はい。と言いますのは、私どうも心配で。私たちの作った環境を気に入ってもらえるのか、月への避難を快諾してくださるのか、皆様無事週末から逃げられたのか。矢も、盾もたまらず君に来てみれば、何やらあまり順調ではない雰囲気。もう心配で胸が張れたけそうでございます。そうだ、私と一緒に、教習局の見学に行きませんか。月は本当に素晴らしいところだとご理解いただけるはずです。申し遅れましたが、私はグローイング A、エントラスホールに居住権の転移装置がありますので、そこでお待ちしております。居住ここのハウジングエリア却下されそうです。ユーザーに。これ飛んだ方がいいの。飛びましょうか。来てくれた。ありがとうございます。アーティストね。アーティストのカージナンさん。やっぱり本場の名前素敵ですね。では、カージさん、こちらの転送装置で、私たちの腕にかけて作った居住区の一つに案内していくと思います。きっと、気に入っていただけると、そのしてもよろしいですか。居住区に移動します。空間そんなでしたっけ。それでは起動しますね。声が想像と違いますね。何居住区は建て替えのため臨時封鎖中。転移先を自動変更。飛んでっちゃいました。あら、これ上に来ただけですか。それで私に話とは。来た、ウリエンジェルだ。本当はこんなことを聞きたくはないのですが、きちんと明らかにしておかなければなりませんわ。私たちが作っていた環境は人にとって不満足なものだったのでしょう。それはお仲間の反応を見ればわかりますわ。何が悪いのかはわかりませんが、わからないからこそダメなのでしょうね。
私たちの至らぬ点は改められるように善処します。ですがそれを待っていていただく時間はないのです。こうしている間にも週末の時が近づいてきている。それが始まってしまったらもう皆様をお助けできないのですわ。アーテリスの皆様には気に入ってくれなくてもいいから月に乗ってほしい。そのためにお願いがあるのです。あなたにだけ協力者の情報をお伝えしますので、先に地上へ戻り彼らと共に人を導いていただけませんか。月は素晴らしい場所だったと、何も不安はないから早く避難するようにと皆様に伝えてほしいのですわ。どうしてそれを私に？あなたはあまり不満そうにしていなかったから。いえ、不満に思っていたのかもしれませんが、あえて意を唱えずにいてくれたのではと思ったのですわ。それは終末の危険性を理解した証。全てを完璧に救えずとも生かせるものを生かす選択を良しとしてくださるはずだと踏んだのです。また何かの犠牲を選べと。私はそれほどに漆黒のことを言ってます。ウリエンジェさん？いえ、大丈夫です。あなた方の考えはよくわかりました。私はすみませんでした。これはちょっとした手違いで、私居住区が工事中だなんて知らなくてですね。はい。誰か後々出てくれますよね。なんか ID かなんか出てきて、あれっすよね。とりあえずご無事でよかったというか、なんというか、本当に申し訳ございませんでした。もうなんと申し上げればいいか。今後このような手違いないようにしますので、はい。ひとまず居住区の工事が終わるまでの暫定処置として、その転移装置と先ほどの仮想の転移装置を結びましたので、移動にお役立てください。それにしても残念です。素晴らしい居住区をぜひお見せしたかったのです。逆です。上層と仮想は転移装置で行き来できるようになりました。これは便利です。だったらそこまで使わないですけど。空飛ぶよ。そのままいけるか。あなたと3分。3分？実は私たち疲れて話し合いしていたんです。沈没は星の命に終わりをもたらす最悪。ゾディアックを消滅した場合、一人でも多く逃げてもらうためにはどうすべき？実際に空が燃え、地に異形が、満ち、命が良くなればきっと多くの方は移住を始めてくれるでしょう。でも、それでは遅すぎる。だから月をすぐにでも積みたくなるような魅力的な場所にしておこうと誓った。というわけで、月にはまだまだ見どころはたくさん。居住区がダメな別の素敵な場所にお連れしていきます。キャラットリームも、モードご覧になったら、反対が東の区画に行きましょう。さあ、出発です。プラスが現れました。次。プラス後回しでいいっす。とりあえず。あとで全部まとめてやりましょう。ガイディングウィール。
グローウィングへいました。今度東側に行きます。こちらです、こちらです。この扉の先は東の角、グレーテストエンズウェイです。言いづらい長めしやがった。最高の森という意味ですね。はい。そんなに走らない、すがすがしい森林と公園が広がっていますよ。アーティストの方々にとって木々の中を散策するという、恋は大切なことです。ですからそれにふさわしい場所を、再現した。では早速入ってきました。正面にある水場です。ゆっくり散歩がいいかがです。だから散歩なんだ。ああ。満足していただけないでしょう。北東70。あれが公園ですからね。いかにも人口っていう感じがします。南東386。人口ってうさぎ子。人ではないです。うさぎです。南東286。東にじゃあ途中にありそうですね。一回戦闘 BGM 来ますか？絡まねえし。でんでん戦闘 BGM。あった、ありました。メインキャラの方でオーケストリアがあるんで、いつでも聴けますけど。南525。あ、これはもうです。じゃあ、グローウィングウェイ。さあ、もう飛び切りグレーテストな森でした。グレーテストなんでそのエモートに。旧グレーテストいただきました。入り口からここまで左右に広がってきた、もう森林は私たちにとっても自慢の風景なんですよ。いやー、あれを作るまでは大変でした。私たち月の塔に作られましたが、火なんてものを見たことがなかったのです。クルーさんくださった意思を見ながら、検討を重ね、最終的には月の環境に適した鉱石の木々を作りました。そこに大気維持システムを乗せることで皆様が活動するのに適した空気を保ってくれているんです。地上の木々と同じです。そしてこちら、巨大湧き水の、クリスタルを使った噴水です。麗しいだけなく、水の清掃にも一役買っています。あのクリスタルの丸みに大変こだわって、究極の丸みを目指して、究極の丸みって、おめでとう、おかげでどうですこの心地いい疾走。さあさあ遠慮せず思いっきり伸びをしてください。伸びをする。なぜか伸びをさせられるっていう。伸びはどこで下ですよね。ああ、母さん、素晴らしい乗り付けですね。とっても気分がいいでしょう。こうして人は当たり前のように息をしたり、出会わせる環境をするにも長い年月が必要です。もしよろければ、夜中を歩きながら、この手の話を聞いていただけませんか。ここで人と散歩するのは私の夢だ。同行になってる。一緒に散歩してるだけなんですね。やったー。同行が始まりました。ついてきた。重なってます。
2月ですね。違う、おかしいですね。はい、この辺に。ちゅ声してる。言います。何してその前に座りますね。これが月風の噴水でございます。悪いのがいいだそうです。力作だそうです。悪いの。じゃあ行きましょう。歩っていかないといけないよね。何あっちです。とりあえず吹き出し行きましょうか。知ってます。誰か飲んだ。めんどくせえ。めんどくせえ。いやいや、もう、つけなくていいのに、もう、せっかく話したのに。当てちゃったじゃん。しかも戻ってきやがって言った。さら。てん。OK です。で、あっちですね。
では少しだけ遠い昔の話をさせてください。私たちレポリットは作られた当初、この月はドゼアークの檻であるだけの本当に何もない場所でした。レポリットの最初の役目は、月に宇宙を航行するための機能を備え付けること。私たちはハイデン様が授かった知識を持って、人の時間して6000年以上にわたる工作を続けており、どうにかそれを成し遂げたんです。さあ、このまま、歩道を沿って歩きましょう。歩道を沿って歩きましょう。こっちに行きます。あれこれさっきのやつと違うんですかね。一緒か。一緒だ。一緒です。はい。まず宇宙を航行するための設備がようやく完成したので、次に人に乗せる環境を整えることになりました。これもまた長い年月がかかりました。ざっと4000年します。長いね。環境開発は気長な戦いですが、気候を作るだけ作って成果を買っているだけで数百年眠っている。なんてこともしばしばでした。そうそう、途中でみんな飛び来た事件があったんです。アーティスから赤い衛星エラーなんだろうが、急に打ち上げられてきたんです。このダラガフですかね。はい。アラグでしたっけ。もしやドジャーカーの息がかかっているんじゃないかと、私たちの活動を飲んで、見守ってしまいました。しばらくしてハイデラの人たちが、滅びたと聞いた時にはみんなでハミングしちゃいました。ふんふんふん。ドゥ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 。ドゥ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 。時にこの鉱物でできた木々の上の方に注目していただけますか。非常の大変愛らしい丸みの、玉、その周りに、オレンジ色の輪が見えますでしょうか。あれは、天井付近の絵のある同色の巨大統治はいわば太陽の代わりなんです。宇宙には生物にとって有害な光線なんか多く存在します。それをしっかり遮断しつつは、輪によって必要なだけの栄養を照射しているんです。ね、なかなかよくできた文字でした。私としては木のタイプのことに違う丸みが楽しめるのが実にグレーテストな点だった。やってることはあれですよね。シャーリアンの人工エリアみたいなことをやってる。あれこっちじゃねえな。こっちじゃねえな。こっちじゃねえ。それで何でしたっけ。木々の美しい丸みの話じゃなくて、ああ、そうだ。宇宙を航行する機能と生命を乗せるための環境、それらを備えて安く、2000年ほど前に月の基礎が完成しました。しかし、ここで私たちは重大な問題に直面することになります。現世生命のことはちっともわからなかったんですね。月の会社は通り、古い人ですし、私たちは月の真実が明るみに出て悪用されないようアーティスに降り立つことを自ら禁じていました。でその頃にはゾディアークが、数度、統合されたことでハイデン様と簡単に話せない状態になっていました。けど、どうにか対応が叶った際に、アーティス側の協力者を立てていただけないかと私たちは願ったのです。いよいよ話の釘がついてしまいそうですが、静か前へ進みましょう。この散歩結構長いですね。これで終わりかな。そうしてハイデン様は協力者をもとに、天域経験の時以外は眠り待ちながら待つこと数百年。ついにハイデン様は協力者を見つけ、力を振り絞って彼らと一時的に声を繋いでくださったのです。私たちは彼らのできるだけのことを教えました。今後の交流の仕方、宇宙にまつわる知識、いずれ月に来るための方法。彼らはそれを実践してくれました。数年後、私たちの方に彼らからの声が届いたのです。やがて手紙や資料になり私たちも何度も情報を交換した。そして学んだことを物に入れて現世生命に合わせて月を調整してきたのです。以上が月の歴史です。少しは楽しんでいただけたでしょうか。やった、私もとっても楽しかったです。人と散歩する夢を叶えてくださって本当にありがとうございました。
あら、あなたもここに来ていたの。俺たちもこっち側まで見ていなかったので、少し立ち寄ってみたんだ。ああ、やっと見つけましたよ。探しましたよ、グローリングウェイ。リビングウェイ。リビングウェイ。あ、もしかして、居住区の転移の件ですか？それはそれで後で始末書を書いてもらうとして、ひとまず今は別件です。今後のことについて緊急会議を開きます。あなたには参加をお願いしたいです。私ですか？もちろん構いませんか。長引かせるつもりはございませんので、皆様引き続き月の見学をなさってきてくださいませ。ではまた後ほど。あなたの方はどうだった？さっきのレポートいろいろ話してみたみたいだけど。月が作られてから12000年。そんな途方もない時間を費やして、この時に備えてきたってわけ。長いっす。だとしたら彼らの意気込みを名付けるか。そうね、まだ週末の実害が出ていない段階で人がすんなり移住してくれるから怪しいところだ。この高度な技術で環境を整えてくれてはいるけど、地上の常識とかけ離れすぎている。おそらく多くの人の気持ちがついてこれない。だな、協力者である強制的に移住させる手段を持っているか、よほどうまく言いくるめない限り難航するだろう。人が生きるために生きられる存在だったのはこの月では問題なかったのでしょう。失礼、私はまだ行きたい場所がございますが、ここは離れてよろしいでしょうか。ああ、もちろんだ。厄介そうな場所なら同行するかどうする？一人で行かせてください、それで。どうしたんでしょう。無次元じゃあいつ。バレてるね。サンドラなんかね。私たちはこの後どうしようかな。もちろん今すぐ地上に戻って月へ逃げる支度をすることもできるです。それでは第一世界を救えないという時点で少なくともそこの誰かさんの道を選ばないでしょう。私はもう少しあがいてみたいところです。悪情な人。なあ、カズ、レンジャーズ少し様子がおかしくなった。お前の中で気にかけているようじゃないか。もう男があるなら話をしてくれといい。今ならまだ落ち着けるはず。何事情は後で聞くさ。俺たちは引き続きベスト A バローを回って、週末に関する情報がないか探ってみるし。いつも一人で抱えてるんだ。回復して飛びましょうか。グレンジャーベスト A バローの出入り口の方へ向かっている。まためんどくさい方向に話が行くってことです。グレンジャー。
例にはベストウェイバローから遠ざかっていく。ひとまず気づかれないよう追いかけてみよう。あ、尾行なんだ。なるほど。あれです。ガレマルクでやったやつと一緒。どうやって隠れるいいの隠れるとこねえじゃん。後ろ振り向かないってことっすよ。この流れ。んここかよ、隠れるんですよ。振り向かないだと振り向かないだとまさかの振り向かねえあ、やはり何かとか言って危ね危ね走ったよ急に走りやがっていやプロとマジ助かるわてんてんてんとか言ってるし、また走り出すんでしょ、ほら。なかったらと思って。急げ。超走ってるよ。あ、オッケー。ゴール地点どうやって現れたのよくわかんない。いらっしゃるのではないかと思っておりました。結局バレてんじゃねえか。先ほどのリビングウェイたちとの話をお聞きになっていたのでしょう。申し訳ありません。今度こそ隠し事をするつもりはなかったのですが、彼女たちは里いですね。私がこれまで誰かを救うための犠牲を許してきたことを見透かしているかのようです。私はかつて水晶港からの申し出に、彼の命と引き換えに世界を救うことに力を貸しました。ミンフィリアにしても第一世界に送り込む手引きをした。彼女をサンクレットやフラミンさんから永遠に奪ったのは他でもない私なのです。無論水晶港もミンフィリアも私の行い以上に彼ら自身の気高い意志と願いによってその道を選んだことでしょう。けれど私が背中を押したことで彼らの本当に言いたかった言葉を生きたいという望みを奪っていたのではないかと、そう思って足がすくむことがあるのです。そのことで苦しみ迷っている時に必ず胸をよぎってしまう考えがあります。アシエンを倒す方法を確立するために、それによって平和がもたらされると信じて命を捧げたムーンブリダのことです。私がルイゾワ様の弟子としての
あるいは暁としての使命以外に目を向けられていれば。無理な話とか、神聖の話を覚えてないとわかんないですからね。これでも何年前の話だよって。あなたの命に勝るものなどないのだとちゃんと伝えられていれば、彼女は今も笑っていただろうと思えてなりません。それほどの耐え難いほどの後悔と恐怖に駆られながらも、私は犠牲を許すようなレポリットたちの計画を間違いではないと考えてしまうのです。幻影のアーモロートで見た終末は悲惨なものでした。だからこそ救えなかった者の存在に苛まれ、失った者に胸を締め付けられようとも、救える者を救うべきではないかと、そう思う私はやはり薄情なのでしょうか。私が選び歩むことであるべき笑顔を奪ってしまうのでしょうか。答える。いっそ立ち止まれたらよ。意外でした。あなたがそのように思っておられるとは。考えてみれば、これまで長らくご一緒してきたものの、こうして二人で語らうのは非常に珍しいかと。感謝いたします。あなたから今のお言葉を聞けてよかった。レポリットの提案にどう答えるかはもう少しだけ考えてみることにいたします。実は少し気になっていることがあるのです。私たちは互いの確信に触れないまま手段の話をしてしまっているのではないかと。それを解消すべく私になせることをいたしましょう。おぼつかない言葉でも伝えてこそ始まるものがあるのだと、これまでも今も学んでまいりましたので。これどういう流れなんだっけ。楽しみであります。まあ、少なくとも話をややこしくしてるのはまああからさまですけど。もう何を話しているのか全然聞こえませんわ。聞いでもこの状況チャンスではありませんこと。悪い顔してんな。まさかの悪い顔してますね、ウサギたち。実は一人でここに来たもの、人とレポリット、両者の見られるために一つ策を施してみようと考えたからです。ただそれで成果を出せるという確信はございません。己だけで進めようとしていたの自信なきゆえのこと。しかしどんな意図だったにせよあなたが追ってきてくださった話の声を聞き、あなたの言葉を返してくださった。それによって生じた勇気で願います。よければ私に力を貸してはいただけませんか。確かに言いました。よし。思い思われ数値。
お力付き合いいただけるんですよ。ありがとうございます。あまりお時間を取らせますので、その点はご心配を。は、サッカーは実のところ大変ささやかなものです。年末を前にした今、重大な決断を求められて、だからこそ自分はなぜそうしたいのかという確信を、各々が明確にしておくべきだと思うんです。私は微力ながらそれを後押しする品を用意したり、材料を得るために東の方へ向かいましょう。周りが強いからアクセとかは取らなくていいっすよね。あくまでメインシナリオで、装備を操作する。メインキャラの時はサブクエもやってましたけどね。あの頃みんな弱いですね。やはり菌類を繁殖していますね。ある星に乗って大穴を渡ってくる際にその場所を見つけたんです。私はこの菌類とかつて猛族から伝授された魔法である道具を作りたいと思います。影の間合意を頼んでもよろしいですか？あなた今、性的には何の案ずることなく作業に集中できる。やっぱ戦闘ありそうですね。戦闘がありそうですね。北へ向かってる敵はもういないので、現状様子を見てみよう。現状まだ一心何かを作っているので、出来上がるまでこのまま待機してみよう。お待たせしました。無事完成です。おかげさまで望んだ通りの魔法のインクを作り出すことができました。魔法といっても今回は特別な効果を持たせてはおりません。ただ色には大変なこだわりを持っておりまして、お二人ともこんな場所にいらっしゃった。あなたのことヤシワさんたちが探していました。きっと緊急で至急で重大な特別な話だと思います。すぐにお問題ください。フリエンジェさんには別件が。次の会社から荷物を運んでほしいと連絡がうまく分けるっていう感じです。それがそう目的、近くいので手伝っていただきたいです。よし。何をおっしゃいますよ。ちっとも全然全く怪しくなんてありませんよ。ほら、早くグレイテストエンジニアにお戻りくださいませ。ヤシタクさんたち緊急のキャロットパーティーを観戦してる。絶対開催してねえよ。リビング A の言う通り2運びなら私一人でも問題ないでしょう。そろそろ行ってまいります。また後ほど。大丈夫かよ、ゲンジ。この辺多分1個ありますよ。うん、あるね。180。あれそう、逃げそう。下かなあったと。南西に役いちゃう。近いっす。近いけど、おそらくこれ、隣だな。多分隣だよ。いけんのかないや、いけそうにねえな。じゃあ、いっか。
降りて下経由で行けん。あら、思ったより早かった。リベンジと話ができた。私たちはあなたを呼んでいると、そんな伝言を頼んだ覚えはないけど。そうだよ。せっかく戻ってきてくれたので手を貸してもらえないか少し困っていたことになってんのよ。あなたが連れていたグローリングウェイが戻ってきて、ランニングウェイという子は週末について詳しく知っていると教えてくれたの。ランニングウェイは配達係だそうで、あちこちに走る。名前がランニングです。あちこち走り回っているものだから捕まらないでよ。なあ、グローリングウェイ。ランニングウェイは捕まえる手立てはないのか。必ず立ち寄る場所とか、瞬時に見分けること。それだと、気長に待ってはいいんじゃないかなと思った。なんてダメですよね。はい。では、こちらのムースボールをお持ちください。ムースの肉から取ったちょっとビリビリするボールです。いや、それでビリビリさせる。ランニングウェイを好きなら走り回っていることって、日6時旅をしています。それを頼りにさすがした人を見つけたらポコッです。まあ走って追いかけるよりはマシね。ランニングやこの隠れ仕事中、ボール持ってくると探していきましょう。荒技すぎでしょ。定時で。ランニングウェイにボールを当てる。何じゃ走ってるやつがそうですよ。これか。一体何ですか？お仕事の邪魔は遠慮してください。あれちょっと違うんかよ。お前じゃねえのかよ。お前じゃねえのかよ。落ち着きがなくよく喋るね。会話してんの見ねえといけねえ。あ、こっちにも走ってるやついた。チラシは一切出てないです。これか、これだ。ちょっと。逃げんじゃねえ、この野郎。俺チームソーラー当てると、おめえただもんじゃねえな、当たりっす。確かに俺っちはランニングウェイだが、ボールぶつけてまで止めると何事だよ。俺っちは週末のことすげえ詳しいやつだって。誰だよな、すっとぼけたって。俺たちの役目は週末を再来した時にアーティストの命を逃せるようにすることだ。週末自体の研究じゃねえ。もちろんハイデン様はある程度の知識をもらっているが、それはレポリットは全員が知っていることだ。俺っちだけが詳しいなんてないのに、全くなんでそんなデタラメな問い出てきたらやらず。じゃあ話はそれだけなら俺っちは行くからな。人が来る前にやれることだけやっとかねえと。それピュンピュン。
残念だけど、こちらから見だったあなたの方はランニングや週末に詳しいわけではなかった。これはどういうことしてランニングへ。いや、それは記憶違いだったみたいです。いや、全く面目ない。週末に詳しいのは誰だったか思い出しそうに思い出せないな。ところで、ウレンジはどこ行ったの？一緒に戻ってこなかったおう、リビング A たちを連れられて、荷運びをしに監視者のやがてか。だったらグレン A が大事なことを目指すように、俺たちの荷運びの手伝いをしに行くか。それはダメです。皆さんにここに行っていただけないと。ああ、そうです、思い出しました。週末についてのご議情報、もりもりな情報が、治療保管庫のどっかに入れてあったはずです。実はそれを探しに行きましょう。次はそれを探しに行ってみましょう。マックス。手で。手がこっちに行きました。あれどこ行った手あ、もっと。ああ、今日星の君だ。お、最後です。ついに最後。母さん、私はリビングへ立ちに約束だけど。何でもありませんよ。それじゃあ一緒に主要管庫へ参りましょう。一緒にエントランスで上層に戻り、北東側にある扉の前までお越しください。あからさまに怪しいけど、週末の情報が得られる可能性があるので、付き合わないわけにはいかない。近いからそのまま行くか。すげえプラスが出てます。最後に。このクエストが終わったら次のエリアになりそうですね。上に移動するやつどっかにありましたよ。ここから行けんの？どっかにショートカットがあると思うんです。これか、これだ。いや、遠いね。あ。大きな扉の先は主要管庫なんです。どうやら鍵がかかっている。困ったな。これじゃ中に入れないな。鍵を持っているレポートを探さないと。さっきなんかあるような感じに見えなかった。グローイング A、いい加減に茶番を用意してもらえるかしら。
週末についての情報がないからないと言ってちょうだい。いたずらに引き止められた最悪に対処する時間が削られているだけよ。アーモルトに見たような悲劇が間もなく必ず地上を襲う。そのうちに動き出さなければ教えてくれたお金のね、あの土。それはもちろんです。だから私たちは急いで人をお連れしなければならない。そのために人は理想的な場所ではなくて、なのにあなたたちは至らぬ点を知ってしまった。過去の上は協力してくれる見込みのある方以外に引き止めるしかないと。なるほど。お前はリビング A たちから俺たちが引き止める役目を任されたってことか。そしてその見込みのある方がウリエンジェル。はい、その通りです。いささか請求すぎる判断ではないかしら。私たちだって、船としての月を否定するわけではない。個人的な感情で言えば逃げずに抗えるのはそうしたい。競争世界を見捨てるのはごめんよ。だからといって逃げるという選択肢をするつもりは、月を悪いところだと説教するつもりもないわ。それでも、ちょっとの不安でもダメなんです。失敗するわけにはいかないから、母さんと散歩したみたいに人といたいから。皆様アーティストに返すわけにはいきません。わあ、戦闘モードになってるんですね。実力行使です。おとなしく捕まってください。私も武器を持ってきます。それまではどうか。だけどあまりひどく。倒せない相手じゃないはずだが、大勢で囲まれたら厄介だ。3回して、追っ手を入れさせながらおのおの入り口を目指す。了解、アルゴスのあたりで落ち合いましょう。そのコンテンツにならないですよ、さすがに。出た。戦うんだ。スカピカル。メラメラファイト。BGM また変わりました。これで下に行くのか。アルゴスに乗っていく感じです。ひとまず無事のようだね。今のうちにアルゴスに乗って会社の館でエンジンに合流する。ついていってますね。相変わらず。荷物なんか運んでねえじゃねえ。はて、監視者の館に用があるのでは。察しが悪いですわ。あなたを彼らから引き離す方便に決まっているでしょう。今のうちに地上に戻って人を連れてくる段取りを進めてくださいませ。そういうことでしたら申し訳ありません。私は地上へは戻らない。どうして？本当に急がないとダメなんだ。週末が始まったらみんながひどい目に遭っちゃうよ。
あなた方は本当に私たちのことを大切に思ってくれているのですね。来たスターって言って。大丈夫。彼らも私も怒りません。そんなこと到底できるわけがない。何千年もかけて月を開拓するのは使命だとしても決して楽なことではなかったでしょう。それでもあなた方はやり遂げ、そしてその名前を選んでくださった。名前？私たちの現代語での名前のことですの？ええ、名前とは己を表す大事なもの。そうありたい、そうあってほしいという願いなのです。私たちが親しみやすいようにと今の名前を選んでくれたあなた方のこと。アーテリスの住民を心から思い案じてくださっているのは疑う余地もなく分かっております。ああ、そうだそうだとも。俺たちはハイデリン様のあの星に暮らす命への思いから作られた。大好きなんだ。あの青い星はどんな星よりキラキラして見える。そこに生きてる奴らも元気だといいなってずっと思ってた。月を開拓しながら僕ら自身の気持ちもどんどん大きくなっていったのさ。僕らはあの青い星にいるみんなと会いたかった。君たちとずっと会いたかったんだ。だからどうかお願いです。週末から逃げて月に来てくださいませ。間違ってたのならいくらでも直しますから。間違っていたのではありません。ただ知らなかったというだけのこと。例えばシンギングウェイ、あなたの名前の由来となった言葉は単に節をつけて声を出すということではありません。地上には数えきれないほどの歌がある。それらは喜びや悲しみ、あらゆる思いや祈りを乗せて響き渡るものなのです。マッピングウェイ、あなたの名前になった言葉はあの広大な星を長い時をかけて踏破し知ってきた証。アーテリスには高い山があり、広い海があり、彼方まで続く草原がある。人は命を重ねてそれを開き明らかにしてきました。あなたは失礼、まだお名前を伺っていませんでしたね。プディングウェイ。それを言葉で説明するよりも作って差し上げられればいいのですが、ピクシー族に習った魔法が使えるかもしれません。後で試してみるといたしましょう。そしてリビングウェイ、あなたの名前の意味を説明することはとても難しいですが、そうですね、私がまだ子供だった頃、読書を邪魔してくる幼なじみに戯れのつもりで
その言葉の意味を問うたことがありました。彼女はうんと悩んだ後にこう言った。まだ読めていない本の続きに期待すること。今日の嫌な失敗が明日には塗り替えられるようにと願うこと。今話している誰かとまた話せたらいいなと思うこと。多分そういうことの積み重ねじゃないかとね。よくわかりませんわ。私もまだ学んでいる途中です。ですが精一杯あなた方に伝えさせていただきますので、少しの間私たちのことを知っていただきたいのです。これをインクです。アーテリスと同じ青色の急ごしらえですが、出来には少しばかり自信があります。俺がさっき作った。私が嘘で先導せずとも、人は必ず行くべき道を決断するでしょう。どうかそれを待ってはいただけないでしょうか。そのインクであなたの持つ本の続きを綴りながら、人を知っていくうちに付き合い方や月の変えるべきところが見えてくるかもしれない。何より互いにとってより良い新たな道を見つけられるかもしれません。多分分かりづらいですね。わかりました。ぜひお願いいたしますわ。俺ですら分かんないんだ。通じるわけじゃないです。お聞きの通りです。私はここに残り、レポリットと共に月を整えます。サンクレット、あなたはまさかリーンを見捨てるような選択はしないでしょ。他の皆さんも同様です。きっと最後の瞬間まで星を捨てず、共存世界を犠牲にしない方法を探すでしょう。だからこそです。いざという時は月で逃げられる段取りがされていた方が、そちらも心置きなくあがけるかと。分かった。俺たちがしくじったら、あの星の連中を必ずお前が救ってやってくれ。ええ、そのような時にはあなた方ごと引っ張り上げますので、ご容赦を。お、花ですかね。なんか。これは懐かしい。どうしてそんな知ってん。なるほど。ベーレスらしい話だ。ダッセイはその花をシルベとして包んだわけか、そっか。もっとハイデリンからその話を聞いた。私たちですら知らない彼女の真意が隠されているかもしれない。覚えておくといい。その花は我々の時代でエルピスと呼ばれていた。あ、エルピスかな。勝手に焦ってしまってあなた方にも失礼を。本当に申し訳ありませんでしたわ。おあいこよ。こちらも強行手段に出てしまったし、グロービングウェイたちに謝っておいてもらえると助かるわ。承知いたしました。私たちはひとまず
人について学びながら地上の皆様の決断をお待ちしますわ。それにあたって協力者のことをお伝えしようと思うのですが。ああ、大丈夫よ。どうせシャーレアンの哲学者議会でしょ。ご存知でしたの？状況から見てね。あなたたちの話していた協力者の行動に彼らの動きが当てはまっていたのよ。サモン会にかけられてまでラビリンソスや禁書庫を調査しておいた甲斐があったわ。詳しい話は地上に戻ってからにしましょうか。アルフィノたちも待ちわびているでしょうしね。なるほど。まあ、これでシャーレアンがつながった。そう。もうサングレとリーを守るっていう選択肢選ぶよね。大世界です。船に乗れないっていう流れですか。レポリットはもっと落ち着くべき。選択肢3つあるのかね。フリーネスよく話す。あなたの協力を得て作ったインクはリビングへたちに気に入っていただけてよかったです。重大な決断を下す時だからこそ一時なだけだったっていうのはお互いの望みを伝えよう。このきっかけを作ろうというのが私のさせられたのはそう。そしてそれを提案するからには、私が彼らに伝える役を引き受けるべきだと考えておりました。解約を前に暁を立にすることどうかお許しください。されど私は私のやり方で、かけがえない仲間たちを守りましょう。はい。パーティースの明日。さて、この場のことはウリエンジを引き受けてくれたんだが、私たちは青い星に帰るとしましょう。週末のことを伝えるべき相手もいるし、協力者たるって実は射撃外の意向も知りたい。地上でもやるべきことは好きな。さあ、バービリオンとで週末の戦いを始めるじゃない。さあ、月編は一旦終わりのようですね。あ、全部のエリア回ってるんだ。月はもうこれで終わりだと思います。一緒ですね。はい。そこに行くんだ。これですね。はい。あ、いますね。専用エリアか。まあ異常ないか。つい今しがた月にいたっていう、なんだか信じられない。これからだがひとまずキャンプブロンクングラスのルキアと全部密集。俺たちが月に移動した時点でアニマのテンパーたちを抑え込みない成功していたが、治療のために残った連中の動向不明どうなっているのか。彼女を訪ねる前に週末についてどこまで話すか、すごくすり合わせておきましょう。私としては仕入れることは包み隠さずに伝えて、各種名刺に伝達してもらうべきだと思う。その上で協力は仰げないかしら。週末は現状いつどこからどんな形で始まるかはわからない。
非常にすぐ対応できる各国の力を借りる。それが適切だろうな。兵士たちは出たてに、民衆の不安を煽ったりせず、秘密裏に警戒を強めてくれるはず。よし、こちらからの報告を兼ねてルキアのところへ行こう。キャンプブロークングですね。これで外に出れる。ガレマール。じゃあ、飛びましょう。てか、ここの空飛べてねえじゃねえか。プラスめちゃくちゃ残ってんじゃねえ。ルキアとマキシマス。キコはどうしてここに？月での任務は終わったのか？ああ、ひとまずできることはしてきた。その報告をするつもりだが、だいぶ話は立ってくるそう。先にガレマールの状況を聞いてもいいか？皆の尽力で保護できたアニマのテンパーズたちだが、バーブリーの島内でいた者も加わったことで相当な人数に上った。その全員を厳しい環境下のガレマールで治療するのは不可能。そう判断した我々は各種名刺に相談を持ちかけた。結果、ガレマールの支配から解放されたばかりの、反帝国感情はまだ苛烈な地域を除きいくつかの国でテンパーズを受け入れられるようになった。暁の皆を、含めた派遣団の面には、テンパードにそこでの治療に当たってもらっている。ということは、この拠点ではもう保護したテンパードはいないのかしら。いや、少人数あればここでも治療を続行できるからな。有志の魔導たちは残り対応してくれてる。ユースともその一人だ。現在はまだ治療する面会することはできないよ。この動乱の中、アリフィーノとアリゼンの駆けつけてアニマの自爆によって暴れる彼を抑えてみせたんだ。彼は、周りも傷つけることだった。歌手名詞はガレマールとガレマール帝国の今後については何か言っていたか。大方針が定まるまで時間かかりそうだ。東方連合に参加しているレジスタンスは連携を継続するが、各属州の動向を慎重に見極める必要があるから。しかし、喜ばしい報告もある。アニマの討伐から間もなくして各地にあった終末の塔が消滅したぞ。あ、消えたんだ。中に捕らえられたり、人々が救助され、テンパーズ化治療のさせてほどきをつけた各種族の魔導士たちが、目下、奮闘してくれるところらしい。それはマザーポーク氏が預かっている的やオーロラになっているでしょう。持っているサバード派遣団は帝国民の保護と、党の元凶を消滅させるという当初の目的を達成。テンパードを移送した者たちへの落ち着き次第、祖国へ、帰還してもらうことになっている。パトシャ・ルキア殿を含めた一部の、派遣団員は引き続きガルマルの救援を続けていく予定です。帝国は今後どうなるにせよ、まだこの地へ生きているか人がいるんです。我々からの報告は以上だ。続けてキコラの話を伺えるのか。次で何があったのか、テルフォーレでどうなったのか。西の終末を再来する。まさかそのようなこと。現状まだ見通しの立っていないことが大きすぎる。ひとまず今の状況を、名士たちに共有して警戒を促したいんだけど、お願いできるかしら。もちろんだ、グランドカンパニーエルゼと東方連合の指導者たちに責任を持って伝えよう。加えてテンパードにそうで各地に向かった暁の面々がオールドシャーリアに帰還できるよう取り計らうと、これね、終末の対策を最優先に進めてもらうべきだろう。留学中だったクルドのタタルドの峰回しでバルテシオン文化へとお送りしまった。じゃあ再開できるでしょう。ありがとう。気遣いに感謝する。ということは俺たちもバルテシオン文化に戻ろうとする。母さん、最後にもう一つだけよろしいですか？
ゾディアカ消滅した後に去っているゲノスエガルバスのことです。月を去ったのは彼は地上に戻っているはず、捜索隊を出すべきだと思います。どうにかできるものなら頼みたいけれど。赤い鬱にさせる。ザラとテロス。だったかな。失礼。確かに見込みのない提案でした。彼が真に終わらせることができるのはある意味ではあなただけなのでしょう。では、ゼウスについてはこちらから手出し無用とさせていただきます。ですが一つだけ、グランドカンパニーエルザの保護を受けた第10軍団より以下のような寄せがあったようです。こたびの件にしてゼノスは個人的思想に基づき、祖母及び諸怪盗に破滅をもたらした。彼をイエーと呼び続けることは、彼らにとって耐え難い苦痛であると同時に、諸外国の我々の関係改善を阻むんだろう。よって彼はいずれの会見にも属さない、ベトルの名で呼ばれたし、とのことです。ファドニエがそこからの、放逐されてからいよいよ一人消え。私からも以上です。他のところ、昨日の事件申し訳ありません。他にどうするどうか気をつけて。これどこだ？あ、もうバルデシアインみたい。はい。よいしょ。久々シャーレに戻ってきました。じゃあバルデシアン文化に行きましょう。プラスはなんだ。あ、そのモブハントだ。これちょっと後で受注しましょう。おかえりなさい。お助けした防寒具、ちゃんと役に立ちましたか？ララフィ2人をお待ちしてました。タワさん、ああ、よかった。おかえりなさい。で、心配かけちゃったのは私の方でした。ごめんなさい。みんなのおかげでこうしてベッドから起き上がれるようになった。バルデシオ文化で待機したら不意にハイデリの呼びかけが聞こえてきて、とても必死な様子だったらまた体を貸した。その後のことは夢うつなんだけど、めちゃくちゃに地脈を転移して、バーブリーの塔に向かったわ。次に意識がはっきりした時には体中ボロボロで投手だらけ。エーテルだってラハ君並みにすっからかん。びっくりしてちょっと笑っちゃった。だけど、ゾディアークが地上に引きずり下ろされるのをどうにか阻止できたならよかった。あと、次は何があった？だからみんなも間もなく帰ってくる。だったらそれから一緒に聞かせてもらう。帰ってきた人をメインホールに案内するから、週末の話をこれからするの。かなり重い話ですね。どこに行ける？中に入る。誰もいねえじゃん。このまま仲間たちの帰還を待ちます。みんな早かったね。出遅れちゃってごめんなさい。彼らも今さっき到着したぐらい。今ひとまず治療お疲れ様。これであとウリエンジュさんだけかしら。いや、あいつは来ない。その理由も含めて月での出来事を聞いてくれ。あの週末か、現代に。月に乗れば逃げられる。だからそれじゃあこの星は第一世界。お前たちが逃げずに抵抗したいのが分かった。俺だってそんなわけのわからない現象に何を奪われてたまるか。
ただ実際問題どうする気だ。一度世界を壊しかけた最悪を相手に策はあるのか。正直なところ現状では何もないよ。月の解釈が語ったように、それは天脈の循環不全によって引き起こされるなら、全体のエーテルの流れを変えなければならない。古代人たちはそれをドゼアクで成し遂げたんだけど、彼らでさえ半数にとして騒げたよ。私たちは同様のものを生み出すまず不可能でしょう。あるいは彼らですら突き止められなかった根本的な原因に当たるものが別にあるのかもしれないけど、そちらに関する手がかりに少なくとも嘆きの海では使うことはできない。根本的な原因ね。原因以前で最悪そのものについても分からない点が多すぎる。現代においてもスカウと同じ現象が起きるのか、創造魔法を使わない私たちにどんな影響が出るのか。そのあたりが分かれば過去との類似点や相違点からもう少し掘り下げられるかもしれないが。そうね、今できるとしたらレポリットの協力者である鉄足した機械の心づもりを聞くことくらいかしら。皆さん、一大事です。鉄足した機械から市民全員に重大な橋があることで、広場に集まりによってこぼれかかっている。あ、ここで鉄足した機械に流れるのか。お父様。私たちも行ってみましょう。この BGM 不穏すぎるでしょ。ああ、皆の者、静粛に、静粛に。まずは急な招集に応じてくれたことに深く感謝しよう。今日これからする話はシャーレアンの今後、いや世界の今後にまつわる重大なもの。故にあえて古き議会の在り方にのっとり、できる限り全ての市民に集まってもらったのだ。近頃国外においてテロホロイと名乗る集団が騒ぎを起こしているのを耳にした者もいるだろう。それ自体は人の世にありふれた騒乱に過ぎない。しかし彼らが終末という言葉を用いたことで、哲学者議会は警戒を強めていたのだ。我々はかつて去るお方から予言を預かった。終末の最悪を招かんとする者、地に名を馳せしとき、真なる終末が天より注ぎて星を食らわん。聞いたことのない予言だ。不吉だわ。災いを暗示しているのかしら。まあ待て、具体的に話したいところだが、そのためにはまず我々にかけられた魔法を解かねばならん。はい、これ喋ることが封じられていたってことですね。我らの子の葉を覆うものよ、消えたまえ。戒めはことごとく解けよ。これでようやく我々が抱えてきた使命を明らかにできる。あとは頼めるかね。承知しました。遡ること
およそ270年前、我らが祖先は低地ドラバニアにて世界探索を敢行した。それについては皆も知るところだろう。だがその真なる成果は議会によって秘されてきた。彼らは探索の最中で開口したのだ。星の医師ハイデリンに。ハイデリンは我らの祖先に先の予言を、星を終焉に導くような最悪が訪れる可能性を示唆し、同時に一つの救いを提示した。月は巨大な船であると。そこに地上の生命を運び、新天地を目指すように教えたのだ。さながら箱舟によって大洪水による破滅を逃れた我らが始祖ニュンクレフのように。事実、月にはハイデリンの要する協力者がおり、我々は幾度か彼らと交信を行ってきた。もって予言を事実になりうるものだと確信した我らは、この国を発展させると同時に月へと運び出すべき知恵を収集してきたのだ。協力者ですね。それを今明かしたということは、まさかその最悪の到来が近いのですか？月の協力者から時来たれりの信号があった。もはやいつ星が終焉を迎えてもおかしくない。よって我らはこれよりこの星からの大撤収を行う。本計画を主導するのは低地ドラバニアからの大撤収でも手腕を振るった彼フルシュの氏だ。知恵ある者よ、賢き同胞よ。これから起こる未曾有の危機は未だかつてないほど世界を混乱に陥れるだろう。故にこそ我らシャーレアンの民は冷静によどみなく世界の救済に向けて進まなければならない。断言しよう。我らの英知はそれを果たすに足るものだと。皆が良き船員となり、凛々しきニュンクレフとなるのだ。必ずやこの荒波を乗り越え、最悪後の新時代を共に生きよう。具体的な方策は追って各機関より伝達する。焦らずに普段の仕事を維持しつつ指示に従ってほしい。では解散。ねえ、アルフィノ。この前、お母様から言われたことを覚えてる？お父様が議員としての活動に心血を注ぐようになったのは、私たちが生まれてからだって。その活動っていうのが、星からの脱出計画を進めることなら、お父様が逃がしたかったのは。ああ、きっとそうだったのだろうね。すまない。少しだけ時間をもらってもいいだろうか。一言父と話してきたいんだ。まだ口論にならない。わかった。十分に注意するよ。私も一緒に行くわ。伝えたいことは同じでしょうけど。
どうした？また逃げずに戦えとでも言いに来たのか？いいえ、私たちは哲学者議会の計画に反対はしません。逃げることを望む人を安全に逃がしてあげてほしい。月にはお父様もご存知のウリエンジがとどまっています。何かあれば彼がシャーレアンと月のクルーたちをつないでくれるでしょう。お前たちはどうするつもりだ？私たちはさまざまな土地を旅し、多くの文化や人に触れてきました。そこかしこに地図や書物で見るだけでは測りきれないような時間と思いの積み重ねがあった。そうしたものを守り、愛し、求め、時に命を懸けて挑んだ人たちを大勢見てきました。彼らはこの大地とこの星と共に生きているのです。それだけじゃない。シャーレアンや月の技術をもってしても救えない場所にだってかけがえのない仲間がいる。だから私は今度こそ胸を張ってこう答えましょう。彼らのために、彼らと共に私は戦い続けると。時に声を張り、時に武器を抜きながら。分かってくれってもう言わないわ。ただお父様にも見ていてほしい。子供だからできないとか、賢い者は争いを避けるべきだとか、そういう決めつけはなしで、私たちが走っていく姿ちゃんと見ててよね。邪魔をしないならばそれでいい。完全なことだ。いい短歌だったんじゃない？かっこよかったわよ、二人とも。あそこまで言い切ったんじゃ、無策だってなんだってそうそう値を上げられないな。あげないわよ。最後の最後までここで生きたい人がいる限り週末に立ち向かってやるわ。だとしたら一度しっかり休んでおかないとな。ここのところそれぞれ強行軍だったんだ。特にお前はゾディアークとの戦いも含めてぶっ続けだろう。今日はもうフラフラ出歩かずに分間で休めよ。それじゃあみんなで帰ろうか。また明日から戦うために。宿に行く流れで。ああ、おじかつんじかどうぞ。こっから面白くなりますからね。よいしょ。お帰り、手伝わせ機会が大エンドとぶったんだって。来るから簡単にだけ聞いたよ。俺はさ、バルトの消滅から逃れたけど、なんで俺は助かっちゃったんだろうって、例に思ったわけさ。だから今回はみんなに付き合うつもりだって言っておきながらギリギリで逃げたりして。まあそういう話は一応休んでからでいいじゃない。めちゃくちゃ奮闘してきたって聞いたし、寝る前にベッドで転んだ。ベッドで転んさせていただきます。あれ、月ですね。これ
る週末ですね。ノックについて自分の名を呼ぶ声がする。この声をめちゃくちゃ多いやんけ。めちゃくちゃ多いよ。誰でもいいんだな。ヤシトラだ。選んだ人が出てくるっていう流れです。こんばんは。起きていてくれてよかったわ。とりあえずそのまま動かないでいてもらえて。問題はなさそうね。問題のないひよこです。ほら、あなた第一世界で戦っていた時に大積杭が放出した光を溜め込んでいたでしょ。そういう前科があるからゾディアークを倒しても異変がなかったか改めて見ておこうと思ったのよ。こういうとこは回想シーンでまあ一通り見るしかない。リーンがいない以上気づいてあげられるのは私くらいでしょうしね。仕方のない状況だったとはいえ、あのゾディアークと真っ向勝負だなんて。その前は別人の体に入れられていたし、あなた何か物騒な呪いでもかけられているのではなくて別人の体かゼノスの喧嘩というのは冗談だとしても、第一世界でアーモロートを訪れた頃のあなたの魂は本当に亀裂だらけだったのよ。見せられるものなら戒めに見せてあげたいくらい。私はもう二度とあんな痛々しいもの見たくないわ。分かったら時には自分を大事になさいな。それから何かあったら相談すること、理解できて。なら私は退散するわ。シャーレアンの夜は冷えるから暖かくしてきちんとベッドに入って眠るのよ。アジントタ、良い夜を。ヤシトラさん今一番活躍してますから。今のパッチで。しばらく前、アラミガンゴート。ああ、これでこの展開になるのか。ここから見えていたあの不気味な塔、消えてくれて本当に良かったわね。なんでも例のイルサバード派遣団が帝都で元凶を排除したらしい。それで各地の塔もきれいさっぱりだそうだ。ありがたいわ。ラウバーン様たちが防備を固めてくれていたのもあって大きな被害が出なかったのが不幸中の幸いよ。でも派遣団といえばガレマルドから帝国人のテンパードを大勢連れてきたとか。大丈夫なのかしら。ラウバーン様の説明によるとエオルゼや諸国で分担して彼らの治療に当たるらしいが、うちには当面迎え入れる予定はないらしい。さあ、褒められたことじゃないでしょうけど少し安心しちゃったわ。同じアラミゴ人の中でだって帝国に組みしていた人たちとどう向き合ったらいいのか悩むことがあるもの。そうだな。アラガーナの長が中心になってその辺りを支援する活動が始まったとは聞くが。
ああ、これどうなったか見せないですね。一方一時があると。こっちでも起きてるってこと、各地で。お、ウィーナさん。こりゃまた随分と大胆なご依頼だな。さてどうしたもんか。おい、大丈夫か。うん。今何か気のせいか。こっちでも同じ。各地の塔は消え去って帝国の動向も落ち着きを見せ始めた。だってのにどうにも空気が重たいのはなんだ。怖いっすね。アーティスの下。ラザーのどうする、次回にしますか。もう3時だわ。うん、3時なんで次回しましょうか。多分もうちょいID とか出てくるという流れだと思います。まあ次回それいけると思います。うん。というわけで、今回はここまでにしましょう。おやすみなさい。バイバイ。